こんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。今回は、シブが SV023 ヘッドフォンのレビューなのね。SV021 のレビューをしたのが1年ぐらい前で、その半年後ぐらいにオリオールがリリースされてるから、半年ごとぐらいにニューモデルがリリースされているようだね。このチャンネルで扱うシブガのヘッドフォンは3モデル目です。そうだね。今回はサウンドチェックで SV021 もオリオールも一緒に聞いてみるよ。はい、楽しみです。SV021 とオリオールの詳細は過去動画をご覧いただければと思います。シブガは木製素材を多く取り入れたモデルがたくさんあるのが特徴のメーカー。手作業の加工とかいろいろ手間をかけて制作してるんだね。パッケージの匠の文字が目立ってるね。クリエイティッドウィズクラフトマンズスピリット、職人魂で作り上げたって書いてるもんね。では見ていきますよ。まずは価格から。 SV023 は6万円台なの。お高いモデルなのよね。店頭の視聴以外では聞いたことのない価格帯のモデルだな。シブガのダイナミックドライバーモデルではフラッグシップになるんだろうね。ちなみにプレイナードライバーモデルだとシブガ P2 がフラッグシップのようで、こちらも価格は6万円台。イヤーパッドやヘッドバンド、フレームなども同じ素材が使われてるみたいで共通点が多いようだね。パッケージ内容はこんな感じ。レザーのキャリングバッグはかっこよくて自立できるのね。セミハードタイプでカバンの中で他のものに圧迫されても潰れない感じ。ケーブルは高純度 6M OCC ケーブル 4.4mm がデフォルトで 3.5mm への短い変換ケーブルが付属。ちなみにシブガのヘッドフォン側のジャックは3モデルとも 2.5mm ね。あとはケーブル収納用と思われる麻袋と 3.5mm から 6.35mm への変換ジャック。可動部の動きはこんな感じで、オリオールのようにペタンとはなりませんけど結構動きます。パウチングはウォールナット材を使用。ウォールナットといえば高級木材の代名詞ですから、お高いモデルは相応の高級素材を使用してるってことなんですね。快適な装着感と良好な密閉性を実現する特殊形状のイヤーカップということで、確かに装着感はいいです。イヤーパッドの素材の耳に当たる部分が布製なのも好印象です。側圧は気になるような圧迫感はないので、長時間つけていても疲労感は少ないです。ドライバーは 50mm ダイナミックタイプ、ベリリウムメッキを施した LCP コンポジットダイヤフラム。立ち上がりの速さと柔らかさを併せ持つ印象。インピーダンスが300オームと結構鳴らしづらそうって思ったけど、スマホに直差ししてみたら 90% ぐらいの音量でリスニングレベルになったわ。でも SV021 とかオリオールが32オームだから、そこと比べると音量が取りづらいのは確かだけどね。ではサウンドチェックに行きましょう。 SV021 とオリオールと一緒に聞いてみます。今までのヘッドフォンの収録の仕方を変更し、イヤホンマイクを使い、実際装着した状態で収録しました。収録音は SV023 が一番自然に聞こえるように調整しています。ではどうぞ、音量上がります。はい、サウンドチェックでした。なんか結構違いがあったように思うんですが。あったね。波形を比べるとこんな感じなんだよ。ヘッドホンの場合、測り方でカーブが結構変わっちゃうんだけど、3台とも同じ条件で測定しているので、このグラフで当てになるのは相対的な特性の違いだけという前提ね。はい、了解です。シンプルに言うと SV021 は低域と中高域から高域主体のドンシャリタイプ。
オリオールは低域を抑えて中高域主体。そして SV023 は低域から中域ぐらいまではその間を取った感じ。中高域はちょっと抑えて高域を出す感じ。なるほど。聞いた印象の通りなんですね。そうだね。SV023 が一番自然に聞こえるように調整していて、実機で収録音を聞いた時に聞き分けるのが難しいぐらいまで調整してる。その調整分を他の2モデルに反映させてるので、比較という意味では成り立ってると思うよ。そうなんですね。実際聞いた感じの通りの波形になっているようです。そうなると SV023 は低域から中域ぐらいまでは一番フラットに近いんですかね。そう見えるし、そう聞こえたね。音質の印象はドラムンベース。音量を上げていけば低域の量感は当然増してくるけど、締まった感じでベースラインは追いやすいし、ドラムのキックのアタック感もいい。タム全体の響きも量感よりアタック感優先で、フロアタムの余韻の空気感がリアル。スネアもスナッピー側やリム同時打ちのカーンっていう感じがリアル。広域のハイハットだけ別レイヤーから出ているような立体感があり、存在感があるのに全然邪魔にならない。中高域はボーカル、メロディーはしっかり前に出てくるタイプ。視察音はほぼ感じず、嫌味な感じはない。広がりや改造感に関しては、バックの楽器は横へ奥へと広がり、低位感もいいのでメロディー中心に心地よく聴ける。オープン設計だけど特に広域の改造感が高く感じる。低域側も量感優先でない分タイトな感じ。結果低域から広域まで改造感は高いということに。全体的な印象はバランスはとてもいいと思う。どちらかというと少し広域より普段低域がちょっと強いかなと思う曲を聴いてちょうどいいので、やっぱり重心はやや高いんだと思う。イヤホンで音楽を聴いた直後でもあまり違和感なく聴けるのがちょっと不思議。オープン設計だから開放感はもちろんある上で音が近めに感じる。スピーカーで聴いてるみたいっていう表現はよく耳にするけど、自分はちょっとイヤホンっぽいっていう風にも感じたな。オープン設計なんだけどモニターっぽい雰囲気も持っていてちょっと不思議な感覚。 SV023 を使い始めると他のヘッドフォンの出番が減るのは間違いない。映画やドラマなど音楽以外でも使ってみるとこれがまたハマってしまい満足度は高い。その他装着の位置を少し前や後ろにずらすことで印象が変化して前側で聞いた方が低域が聞こえやすく、後ろにずらすと広域側が聞こえやすくなってサウンドステージも少し広くなったように聞こえるといったところだね。そろそろまとめに入りましょうか。特徴はいろいろ分かっていいモデルって分かったけど、6万円台というお高いモデルだからいいのはある意味当然って感じする。視聴せずにポンと買うのはなかなか勇気いるわ。そりゃあそうだ。今までこの価格帯のモデルを長時間視聴したことがないので、じっくり聞いてみて何が違うんだろうと改めて考えると、長時間聞いた時の疲労度の違いが顕著だったね。音量を上げて聞いてるとちょっと疲れたなあ、音量下げようってなるか。聞くこと自体やめてしまう場合もあるんだけど、 SV023 は装着感も音質的にもずっと聞いていられるってとこがすごいんだろうな。イヤーパッドの素材とか形状の工夫とかドライバーの質とかこだわりの積み重ねから来る差がそのまま満足感の差になってくるんだろうね。じゃあ SV023 はパーフェクトなんですか？欲を言えばもう少し中高域が欲しいかな。あとほんの少し低域の量感が足されてもいいかなぐらい。でも装着の調整でほとんど解消できつったので、高いモデルだからっていう先入観は抜きにして開放型のモデルでは個人的にかなりパーフェクトに近いと思えたね。この動画でシブラのヘッドホンの質感が少しでも伝わればいいなと思いつつ、シブラ SV023 のレビューを終わります。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。